こととしんの宇宙一不思議なお話。骨になった後も生きているおばあちゃん。愛の新ことしゃ。ねえねえみんな、集まって集まって。おじいちゃんが教えてくれた体の構造のお話を始めるよ。赤ちゃんも子供も大人もみんなそれぞれ体を持っているよね。でも死んだら焼かれて骨になるよね。ことのおばあちゃんも死んで焼かれて骨になったんだ。ことのおばあちゃんの骨壺、中には死んだおばあちゃんの骨が入っているよ。なのにおじいちゃんは、おばあちゃんは今も霊界で楽しく生きているよと言うんだよ。おばあちゃんが今も楽しく生きているなんて信じられないよ。そんなの変だよね。だっておばあちゃんは死んで骨になったんだよ。だからおじいちゃんに言ったんだ。そんなのおかしいよって。そうしたらおじいちゃんは、それは体の構造を知らないからだよと図に書いて教えてくれたよ。体の構造の図。人間には肉体と霊体がある。体の構造は赤ちゃんも同じ。肉体と霊体は重なるように存在している。それで分かったんだけど、人間には目に見える肉体と目に見えない霊体があるんだね。目に見える肉体、目に見えない霊体。こととしんにも肉体と霊体がある。死ぬということは肉体が動かなくなって焼かれて骨になることなんだ。それをみんなは死んだと言って悲しむけれど、肉体、死体、骨、骨壺、お墓、散骨、樹木葬。埋葬の仕方はいろいろあるけれど、土へ帰るのは同じ。おばあちゃんが死んだとき、体の構造を知らなかったから悲しくて泣いたよ。死んじゃったよって。悲しむことはないんだよね。人間には霊体があるから骨になった後も霊界で生きていけるんだからね。人間は肉体が死んで骨になった後は霊体で生きていく。霊体があるってすごいことなんだね。
その霊と霊体はシルバーコードという目に見えない紐で肉体とつながっていて、目に見えない紐ってどんな紐かな？その紐が切れると肉体は死んで焼かれて骨になるんだけど、肉体と霊体はシルバーコードでつながっている。2本の太いシルバーコードと無数の細いシルバーコードがある。霊と霊体は肉体から抜け出て霊界へ行くんだよ。シルバーコードが切れると肉体は死んで、霊と霊体は霊界へ行く。霊と霊体には死がないので、霊界で永遠に生きる。おばあちゃんも骨になったけれど、霊界で生きているんだよ。おじいちゃんが言う通りなんだよ。霊界で楽しく生きるおばあちゃん。霊界でまとう服は思念、心で自由に作れるんだ。肉体だけが土に帰る。次は寝ている時のお話だよ。寝るとシルバーコードが伸びて、霊と霊体は肉体を離れて霊界へ行って、裸ではいかないよ。霊界に合う服をまとっていくよ。朝になるとシルバーコードが縮んで、霊と霊体は肉体に戻って一日が始まるんだ。朝になると自然に服は消えて、霊と霊体は肉体に戻る。寝ている時と死んだ時のシルバーコードの図。死んだ時、シルバーコードは切れる。寝ている時、シルバーコードは切れない。寝るとシルバーコードが伸びて霊界へ行くだなんて驚いてしまうけど、おばあちゃんと夢でよく会っているのは、もしかしたら夢ではなくて本当に会っているのかもしれないと思ったんだ。霊界で会っていることとおばあちゃん。今晩も会えたね。ことは思念、心で作った服をまとって霊界へ。おじいちゃんが死んだ後のことや寝ている時のことを知っているのは、深い意味がわかる本を読んでいるからなんだけど、その本にはためになることがいっぱいいっぱい書いてあるとおじいちゃんは言うんだよ。そのおじいちゃんがみんなに伝えたいことが2つあると言うんだ。それはね、1つ目は、霊界は目に見えないけれど本当にあること。もう1つは、死んだ後は誰もが明るく楽しい霊界で生きていくこと。この2つだよ。死んでも霊界で楽しく生きていけるのは、神様が
霊と霊体を授けてくれたからなんだよね。だからどんなに辛いこと、苦しいことがあっても、強く明るく生きていくと約束してほしいとおじいちゃんは言うんだよ。もちろん約束したよ。頑張るよって。お便り。多くの人は死後どうなるかを知らないで生きています。一方で、死んだら無になる、死後は魂となって霊界で生きると考える人もいて、それぞれが違う死生観で生きています。それは行き先もわからず旅しているようなものですが、原因は目に見えないものは存在しないという唯物思想に加え、仮想・埋葬される現実を見ているので、死は人間の終わり、死んだらおしまいと考えるのも無理はありません。しかし、目には見えなくても心・意識が存在することは誰もが知っています。人を愛したり優しくしたり、あるいはされたりすると心が温かくなることは誰もが体験しています。それは心、意識、精神が存在することを誰もが認めているということですが、それらは肉体の死とともになくなるのかとなると、そうではありません。肉体は物質からできているので焼かれてなくなりますが、心、意識、精神は物質とは次元、バイブレーションが異なる霊的なものなので、焼かれずに永遠に存在し続けます。つまり人間は肉体の死後も生き続ける霊的存在であり、肉体は100年足らずの地上人生を生きるためのものということです。心、意識、精神こそが人間の本質なのです。それを絵本にしたのが本書ですが、こう知ることのメリットは生き方が変わることです。世界には多くの争いや飢餓があり、混沌としていますが、その原因は人間は死後も生き続ける霊的存在ということを知らないことにあります。そこで、どうせ一度きりの人生とばかり欲望のままに生きるのですが、本来地上人生は死後の霊界生活の備えのためにあり、それは善行や無償の愛の行為によってのみなされます。霊界通信シルバーバーチの霊訓が下ろされた目的はここにあります。本書に出てくる深い意味がわかる本とはシルバーバーチの霊訓のことです。そこでぜひ皆様にはシルバーバーチの霊訓をお読みいただいて、人間は肉体のみの存在ではないことを知っていただきたいのです。人間の構造については、霊、精神、霊体、肉体からなるとか、霊、霊の心、霊的意識、霊体、肉体の心、本能意識、肉体からなるなどと様々に表現されます。それは霊的なものは言語で表すのが難しいからですが、霊訓をお読みいただくことで人間の構造の理解が深まり、死後存続の確信と同時に霊界生活への希望を持っていただきたいと思います。また、ことと新シリーズの絵本
本書含め全5作も合わせてお読みいただけますようお願い申し上げます。なお、本書では目に見えないもの、霊と霊体、シルバーコード、霊界はイメージとして、霊は霊体を囲む黄色の光として書いています。霊界では思うこと、思念が直ちに現実化するので、衣服も自分の好みでまとうことができます。信じられないかもしれないけれど、人間は死んでも生きるんだよ。生き続けるんだよ。それはね、人間は肉体だけで生きているのではないからだよ。肉体は地上で生きる間のものなんだ。だから肉体が死んだらその後は霊、魂と霊体で生きていくんだよ。その世界を霊界というんだ。つまり人間には生きる世界が2つあるということ。今いる地上界と目には見えないけれど霊界という世界があるんだ。そして大事なのはここからなんだ。地上界は霊界で生きる準備の場だということ。準備って何するの？どうすればいいの？と思うよね。でもそれはそんなに難しいことではないんだよ。お友達や自分の周りにいる人の役に立つことなんだ。寂しそうだったら優しく慰めてあげること。困っていたら助けてあげること。喜んでいたら一緒に喜んであげること。それが霊界で生きる準備になるんだよ。それなら誰にでもできるよね。そうなんだ。神様は誰にでもできることで霊界の準備をさせるんだ。だから楽しく準備をしていこうね。頑張ろうね。こととしんの宇宙一不思議なお話。骨になった後も生きているおばあちゃん。おしまい。